娘のビビアンが飛行機事故に遭ったと聞いた瞬間、家族全員が私に牙を向いた。夫ロバートは即座に愛人のセリーナを我が家に連れ込み、傲慢に嘲笑った。セリーナと俺は何十年も別れていたが、彼女こそが本来の妻だ。ビビアンは死んだ。粉々に吹き飛んでお前の庇護は消えた。もう選ぶるな。これからは身の程をわきまえろ。息子ブランドンは悪意に満ちて笑った。長年ビビアンに押さえつけられてきたが、ようやく晴れやかだ。ハーパーグループは俺のものだ。老いぼれ、威張るな。よく使えればまだ食い縁はやるぞ。かつて愛し合った家族は、歪んだ顔と残酷な牙を持つ鬼と化した。彼らは娘が買った別荘で、彼女が残した金で社子にふける。一方、私は犬小屋に放り込まれ、犬も食わぬ残飯をあてがわれた。しかし、彼らが知らなかったのは、ビビアンが会議で遅れ、あの飛行機には搭乗していなかったことだ。1、初冬の寒空の下、薄着のまま夫と息子に犬小屋へ追いやられた。セリーナの見慣れた芝居に、私は自重の笑みをこぼした。何年も前、ビビアンはロバートに会社の株をちらつかせ、セリーナと別れさせた。表面上は従うふりをしながら、裏でずっと関係を続けていたのだ。ロバート、よくもビビアンを騙したな。彼女が戻ってすべてを奪い返すのが怖くないのか？階段の上から見下ろす連中は、数秒後には交渉を浴びせた。ビビアンは粉々だ。未練がましいのは焼死旋盤だ。ブランドンは嫌悪の表情を浮かべた。母さん、老いぼれ地方か。ビビアンだけがお前を宝物扱いしたが、彼女は死んだ。これからは俺たちの施しで生きるのだ。考えただけで痛快だ。ロバートはセリーナを抱き、満足げにブランドンの肩を叩いた。ハーパーグループは俺と息子のものだ。お前からビビアンの相続権を奪えば、ハーパーはヘイズに変わる。その時は愛しい娘のもとへ行け。彼の言葉に一同は興奮した。私は外寒さよりも冷たい心で拳を握り、震えが止まらなかった。長年、彼らの演技は見事だった。ロバートは常に献身的で、ビビアンが不倫を暴いた時はひざまずいて許しを請い、彼女が私の姓を名乗ることも文句なく認めた。ブランドンは高校息子を演じ、姉への敬意さえ示していた。それがビビアンの自己報道が流れるや正体を表したのだ。ロバートは犬小屋を指差し笑った。お前は立派な別荘に相応しくない。昼は使用人、夜は番犬としてここに住め。よくも。この別荘はビビアンが私に買い、私名義だ。階段を上がろうとした瞬間、ロバートは手を振りかざし私を押し倒した。転がり落ちた背中には、古傷が激痛を走らせた。セリーナは優雅に嘲笑い、軽蔑の眼差しを向けた。エレノア、年寄りの分際で図に乗るな。明日の朝、特製グリーンティースムージーを忘れるなよ。そう言うとロバートの腕を組み、寒いわ、中に入りましょうと二人を促した。大きな扉が眼前で閉ざされた。私は激痛に耐えながら犬小屋に這い込み、暖を求めた。携帯電話も銀行カードもない。ロバートはいつしか警備員を買収しており、庭さえ出られない。今は怒っている場合ではない。彼らはまだビビアンが飛行機に乗っていないことを知らない。私は彼女の帰りを待たねばならない。その時、連中がまだ笑っていられるか見てみよう。2、震えながら夜が明けた。しかし、私は脂っこい残飯を浴びせられて目を覚ました。まだ寝ている？ご主人様と若様はもう起きている。すぐに朝食の支度をしろ。震えながら見上げると、使用人頭のジェンキンスが笑っていた。彼女は蹴りを入れようとしたが、私はその足首を掴んだ。
身の程をわきまえることを勧めるよ。昨夜自己報道が流れるや、ビビアンの生存は絶望的と誰もが思い込んだ。ロバートは使用人と警備員を煽り、今や誰もが私を見下ろす。利己主義が人を冷たくするのは実に心寒い。ジェンキンスは足を振りほどき笑った。まだ奥様気取りか？主人が変わった。もう立派なハーパー夫人ではない。ご主人様曰く、この家では我々より下なのだ。起きて料理しろ。私は痛む背中と寒さに耐え、犬小屋から這い出た。ジェンキンスは苛立たしげに私を押した。家に入ると、セリーナが私の特注シルクのパジャマを着て現れた。彼女は鼻をしわめ、手で覆った。臭い。彼女の作った朝食なんて食べられるか。ロバートがビビアンの書斎から贈り物箱を持って出てきた。それならトイレ掃除をさせろそう言いセリーナに手を振ると、セリーナ、エメラルドのネックレスだ。君に似合うだろう。セリーナは腰をくねらせて彼により、二人は親密にネックレスを鑑賞した。それはビビアンが8000万で競り落とした私の誕生日プレゼント。触るな。駆け寄ろうとしたが、ジェンキンスが強く拘束した。新奥様と張り合えると思うか？と彼女は囁いた。ロバートは澄ました顔で言った。ビビアン？どこにいる？エレノア、まだ妄想にしがみつくか？お前のビビアンはとっくに死んだ。灰すら残っていない。ブランドンは今日会社でビビアンの死を発表する。追悼式と遺言が済めばお前も追い出す。ロバートもブランドンもビビアンの遺産が私に残されることを知っている。だから昨日は私を追い出さなかったのだ。だが、ビビアンが無事に戻ってくるのを見て、この非常な鬼どもがどんな表情をするか見てみたい。ちょうどその時、ブランドンが電話で話しながら階段を降りてきた。ああ、記者に情報は正確だと伝えろ。ハーパーグループは追悼式を開催する。ハーパー夫人は？彼は私を一別し、わざと詰まりながら言った。母は知らせに打ちひしがれ、病に伏せている。すべては父と私が処理する。ロバートと目を合わせ、彼は満足そうにうなずいた。するとロバートは固い眼差しで私に歩み寄った。何をしている？私は胸騒ぎがした。避けようとしたが、ジェンキンスが拘束した。ロバートは不気味な笑みを浮かべ、そして私の腹を蹴った。60歳の体は地面に倒れ込み、丸まり痛みで汗がにじんだ。ロバートはかがみ込み、死にかけたアリのように私を見た。病気なら病気らしくしろ。それで説得力が増す。閉じ込めろ。医者はいらない。追悼式で喋れない方が都合がいい。3. 警備員2人が私を物置に引きずり込んだ。外から鍵がかけられ、窓すらない。エレノアさん？エレノアさん？突然、扉の下からかすかな声がした。必死に床に張り付いてみようとしたが、見えたのは靴底だけだった。エレノアさん、クロエです。大丈夫？何かお手伝いできることは？私は扉にしがみつき、胸を鼓動させた。クロエはまだ雇って日が浅い。ビビアンが彼女をドメスティックバイオレンスから救い、清掃員として雇った。信用できるかわからないが、今はかけるしかない。クロエ、私の携帯電話を取ってきてくれる？ビビアンに連絡しなければ。早く帰ってきてほしい。今すぐ行きます。クロエの足音は速やかに遠のいた。私は暗闇で静かに祈った。時間がこれほど長く感じられたことはない。突然、扉の下に袋が滑り込んだ。私の携帯電話と痛み止めが2錠。良い子だ、クロエ。ビビアンが戻ったら必ず昇給させなければ。
私は隅にうずくまり携帯を取り出した。充電から1日以上経ち、バッテリーは残り3。ビビアンの番号を急いでダイヤルしたが、つながらない。次に彼女の助手マーカスに電話した。呼び出し音が。つながるまでの一音一音が私の心を叩いた。ちょうどその時、扉の外から鍵の回る音が。全身の毛が逆立った。扉が開き、セリーナが入ってきた。その瞬間、助手の電話がつながった。エレノア？ビビアンを探しているのか？早く帰ってきて。セリーナが私に気づくのを見て、私は必死に叫んだが、彼女は電話を奪い取った。彼女は私が誰に電話しているか確かめようとした。しかしその時、電話の電池が切れた。彼女は細目で睨んだ。エレノア、本当に落ち着きがないんだな。私は壁にも垂れかかった。セリーナ、私の娘は戻ってくる。その時、お前は昔よりも惨めになるぞ。何しろあの時、ビビアンの脅しにロバートはその場でセリーナを見捨てた。彼女のことを知る者はみんな、彼女を厚かましい失敗した愛人と嘲笑った。彼女は尊厳をすべて失い、誰からも疎まれた。もしかすると彼女は自身の屈辱を思い出したのか。セリーナは歯を食いしばり、しゃがみ込んで私の髪をつかんだ。エレノア。ビビアンは死んだ。遺品が空港から送り返されてきた。お前への贈り物の破片さえある。彼女の体は蒸発した。何がそんなに偉そうにできるんだ？私は嘲笑した。弱みに触れたか？セリーナ、お前は失敗した結婚と娘に蔑まされ、私の夫を羨み、素晴らしい娘を持つ私を恨んだ。お前はとっくに負けている。セリーナの口元がピクついた。彼女は手を挙げ、私を撃とうとした。私は目を閉じたが、聞こえたのは鋭いパン。という音。頬に痛みはない？目を開けると、彼女が自分を殴っているのが見えた？セリーナの目に涙が浮かんだ。エレノア、どうして私にそんなことをするの？ほとんど同時にロバートが入ってきた。彼は彼女が頬を押さえ、感情のこもった声を出すのを見て、すぐに彼女を助け起こした。エレノアに食事をとるか聞きに来ただけなのに、彼女は私を妄想扱いして殴ったの。ロバート、とても痛い。セリーナの涙が流れ落ちた。ロバートの目は瞬時に怒りに燃えた。彼は怒りで目を見開き、私に怒鳴った。この惨めな女。誰か彼女を地下室に放り込め。